最後の最後でこういう仕掛けがあるっていうことにですね、僕は非常に感動しています。ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、SixTONES Dance Forever、こちらのミュージックビデオを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ、SixTONESのですね、新しいミュージックビデオが2本立て続けに公開されましたね。今回歌声分析をする Dance Forever、そして My Only。今回は Dance Forever の歌声分析動画なんですけれども、近日中にですね、My Only の方も動画公開しますので楽しみにしていただけたらなというふうに思います。今回はですね、いつも以上に SixTONES の魅力を徹底的に分析して解説しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いいただけたらなというふうに思います。そしてチャンネル登録、高評価、ハイプの方をよろしくお願いします。それでは早速 SixTONES Dance Forever 歌声分析 GO！ ウェイ！最初から全員でのユニゾン最高ですね。で、やっぱさすがSixTONESですよね。全員で歌ってるにもかかわらず、この声の一体感、そしてワイルドでかっこいい。これがSixTONESの最大の武器なんじゃないかなっていうふうに個人的に思います。もう一回聞いてみましょう。なんかいつも以上にいい意味での荒々しさが出てるような感じがするんですけど、そう思うの僕だけでしょうかね。いや、めちゃくちゃかっこいいですよね。あ、いい。あ、たまらないですね。途中から入ってくるタンバリンの音がすごく軽快な感じがして、一気に爽やかさが増幅しますよね。で、裏声でふっと抜いた後の松村さんのラップがまたいいですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら。何回も聞きたくなりますね、ここ。で、最後のカウントダウンの森本さんのパート。掛け声的なところはメロディーを歌う時とやっぱり声の音色を変えて歌ってますよね。口の中の口腔共鳴っていうところの音色がメインです。主に言葉の輪郭のコントロールだったり、あとは口の大きさによっては声量のブースト、この辺をですねコントロールするポイントなんですけど、口腔共鳴の音色を中心にすることによって日常会話で使ってる言葉の雰囲気にですね近くなるんですよね。で、松村さんに関してはラップのところもメロディーを歌うところも基本的に同じ声の使い方をしてるかなっていうふうに思います。ここでの松村さんの声は鼻の鼻腔共鳴が中心なんですけど、少しだけ口腔共鳴の音色も使ってる、こんな感じの声質かと思います。鼻の鼻腔共鳴はですね、声の音色のコントロールだったり、高い声を出す時に必要になってくるポイントだったりします。もうビート感がたまらないですね。で、最初のジェシーさんのお願いっていうところがですね、非常に優しいんですよね。森本さんの力強い掛け声から急にスッと優しくなるジェシーさんのこの歌のバトンリレー。そしてその後の全員で歌うところはまたこうグッと力強くなる。そのままのテンションをキープしたままジェシーさんがシャウトボイスっていうビリビリとしたようなかっこいい声でラップを歌うっていう流れ。今回はいつも以上に細かくメンバー間での歌声表現に力を入れているような感じがしますね。京本さんの裏声のところでバックのサウンドの音がですねブレイクって言ってピタッと止まってるじゃないですか。ここめちゃくちゃかっこいいですよね。で、その後全員で歌ってコーチさんのラップ、田中さんのラップっていうこのつながり。コーチさんも田中さんもラップのところではシャウトボイス使ってるんですよね。ただここですごいのがコーチさんのシャウトボイスを使ったかっこいいラップからですね、こうじわ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 と盛り上げていって、で田中さんのところでもまたそれを継続してじわ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 盛り上げるような流れになってるんですよね。チームワーク最強すぎません？もう一回聞いてみましょう。
地さんと田中さんのつながり、ここはシャウトボイスのビリビリした音でのクレッシェンドなのかなっていうふうに思います。地さん、田中さんみたいな。田中さんのところでシャウトボイスのビリビリ感をさらに増やしてるというかね。ちなみにクレッシェンドっていうのはじわじわ盛り上げていくことをクレッシェンドって言います。そしてシャウトボイスはですね、ここにある仮声帯っていうところを使って歌声にってこういう音をプラスした歌声のことをシャウトボイスって言います。超かっこいい。やばいですね、この流れ。地さん、田中さんの徐々に盛り上げていくっていう流れで、ここでまた一気に爆発するのかなと思ったら逆で、ジェシーさんがしっとりと表現するっていうこの流れね。まだ冒頭なのに曲の世界観に引き込まれちゃってます、僕。もう一回聞いてみましょう。最高ですね。ここからどういう展開になっていくんでしょうか。ちなみにジェシーさんのこの優しい声はですね、鼻の鼻腔共鳴と肺の中の胸腔共鳴、この2つを同時に使った歌声です。胸腔共鳴はですね、声の太さだったり声のパワーのコントロールをするポイントです。男らしいかっこよさを胸腔共鳴で作って、全体的なこのふわっとした感じをですね、鼻の鼻腔共鳴で作ってるんですよね。ういここは森本さん、松村さん、京本さんの流れかな。森本さんの歌声がですね、いつもとは雰囲気が違って一瞬誰だろうっていう風に思ってしまうぐらい歌声がものすごく変わっていたのでびっくりしましたね。で、ここでは森本さんは先ほどの声とは違って鼻の鼻腔共鳴、こちらの方にやや比重を重く置いたような歌声になってるかなっていう風に思います。鼻腔共鳴が6割、口腔共鳴が4割、そんな感じかな。メロラップっていうことでメロディーを歌う時の声質に少し近づけたのかなっていうふうに推測します。そして松村さんのところどころに入るシャウトボイス、これめちゃくちゃかっこいいですよね。で、京本さんもですね、やっぱりラップっていうことでいつもは鼻の鼻腔共鳴中心なんですけど、今の歌声はですね、口の中の口腔共鳴の方に比重を置いたような声質になってます。いつもよりもいい意味で荒々しくワイルドな感じの歌声ですよね。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。やばいね。で、声の音色の話とはまた別に言葉の発音の仕方もですね、3人ともすごく子音を強く強調して歌ってます。そうすることによってリズム的なかっこよさも歌声に乗ってくるんですよね。完璧です。で、田中さんの荒々しいシャウトボイスを使った歌声で、地さんのシャウトボイスを使って全体的に力強いんですけど、どことなく少年のようなピュアな雰囲気がする歌声で、その後のジェシーさんのポイントによって違う歌声をチョイスしてる個性全開の歌声、もう本当にストーンズって一人一人の歌声の個性が際立ってますよね。もう一回聞いてみましょう。で、田中さんと地さんのポイントなんですけど、全体的に音を切って歌ってるんですよね。これスタッカートって言います。音を切ることによってグッと止まったような雰囲気が歌声で表現されるんですよね。これが作られることによって躍動感がですね、一気にパワーアップします。で、ジェシーさんのフレーズ後半の歌声みたいな、こういった音色、これはですね、体の使い方の話なんですけど、喉の空間をあえてギュッと絞るような声の出し方を使ってるんですよね。そしてその声を全部鼻に入れるみたいな、すごい歌声のコントロール力ですよね。そうそう、この森本さんの声が僕がよく知っている森本さんの声ですね。鼻の鼻腔共鳴中心なんですけど、口の奥の空間がですね、広くなってるんですよね。ラーラーみたいな、こういった音色だから歌声に美しさもあり広がりもありっていう、そんな感じの声質になってると思います。もう一回聞いてみましょう。
いいね。てか今回のダンスフォーエバーのミュージックビデオ、バカンス感がすごいですね。もうどの景色も美しいし、ストーンズのみんなもね、すごく楽しそうで、映像だけ撮ってもすごい見応えありますよね。ロケ地はどこなんだろう。で、さっき言いそびれたんですけど、森本さん、ここでも子音をですね、かなり強く発音して歌っています。だから美しさが前面に出てる歌声なんですけど、子音を強く発音してるので、美しくてかっこいいみたいな歌声になってます。最高ですよね。いやー、どこをかいつまんでもかっこいいですね。これは全員で歌ってソロで歌って全員で歌ってソロで歌ってみたいな流れになってるのかな。ちょっと何人で歌ってるかまでは聞き取れなかったんですけど、この複数人で歌ってソロで歌って複数人で歌ってソロで歌ってみたいなこの流れもすごいですよね。で、最後のコーチさんのこの声、僕はこの声がコーチさんの中で一番魅力的な歌声なんじゃないかなっていうふうに思っていて、これ少年のような無邪気な雰囲気を感じることのできる歌声、ストーンズの楽曲の歌声分析をするときに一番聞くことのできたコーチさんの歌声なんですけど、やっぱりこの歌声でコーチさんが歌ってくれると僕ねすごくホッとしますね。声全体が丸い感じがするというか、優しい感じがするというか。もう一回聞いてみましょう。いいね。遊び足りないみたいな。今実際歌ってみて気づいたんですけど、かなり高いですね、この音。多分地声で歌うのは厳しいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。じゃあ何の声を使ってるかっていうと、ミックスボイスって言われる地声と裏声の中間の声。おそらくこの声でコーチさん歌ってると思います。すごい難しい声なんですよ、ミックスボイスって。おそらく歌を勉強してる方だったり、歌でプロになりたい方が一番身につけたいテクニックだと思うんですけど、多分発声法の中では一番難しい部類に入ると思います。コーチさん素晴らしいですね。ここもやばいですね。京本さんがすごく囁くような物悲しい雰囲気で表現をして、で松村さんが少しだけグッと盛り上げるんですよね。でその後のジェシーさんがまた囁くように歌うっていうこの流れ。いや本当に今回のダンスフォーエバーはもちろん一人一人の歌唱力もすごいんですけど、ストーンズっていうチーム力をですね一曲の中で最大限に表現してる楽曲だと思います。もう一回聴いてみましょう。すごいね。でジェシーさんの最後のバのところでスパッと切ってるんですよね。こういう歌い方をすることによって切った後の空気感の余韻を感じることができるじゃないですか。この雰囲気もたまらなく素敵ですよね。いいね。やっぱりね、サビのこの爆発力最高にかっこいいですよね、ストーンズ。そして映像はストーンズのメンバー全員が一緒に街を歩いてるみたいな仲良さそうな雰囲気じゃないですか。めちゃくちゃエモい。いいなぁ。うわすごい。街の人たちも巻き込んでいくストーンズの魅力っていうことでしょうかね。もうね、ニヤニヤが止まらないですね。かっこよすぎてね。お願い。だって。で、今ちらっと聞こえましたけど、一瞬だけ囁き声が入った後のメロディーもまた爆発してるような感じでしたよね。やばい語彙力なくなってきた。やばすぎて。いやこういう MV もいいですよね。パフォーマンスしてる MV ももちろんかっこいいんですけど、なんかプライベート感が見れるというか、そういう内容もすごくいいですね。うい楽しそうですね。
で、さっきカメラを持ってるシーンがあったんですけど、車の中のシーンは SixTONES のメンバー同士で撮影してるってことかな。なんかそういうところまで知ることができる MV、嬉しいですね。いやー、このサビの力強い歌声とプライベート感を知ることのできる映像の組み合わせ。ノリのいい曲なんですけど、めちゃくちゃ感動しちゃいますね。かっこいい。田中さんのラップ本領発揮ですよね。ただいつもよりもシャウトボイスのビリビリとした成分は少なめかなっていうふうに思います。でもめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。これは先ほど言ったリズム的なかっこよさをですね、全面的に歌声に乗せてるんですよね。音の切り方、スタッカート、これと子音の強弱。歌声ももちろんすごくかっこいいんですけど、僕個人的にはリズムの表現の仕方が超絶天才的だと思うんですよ、田中さんって。先ほど言ったスタッカートと子音の強弱、これをどのぐらい強くすればこのぐらいのかっこよさになるみたいな細かいところまでコントロールしてラップだったりメロディーを歌ってるんですよ。普通こんなことできないですよね。もう一回聞いてみましょう。もうね、恐ろしいね。このリズム感、やばすぎます。で、曲がもっと激しい感じになったら、シャウトボイスのビリビリ感を増やしたりとか、本当に細かく歌声をコントロールして歌うんですよね、田中さんって。この凄さをですね、僕は本当に少しでも多くの人に知ってほしいなっていうふうに思ってます。今でも十分すごいっていう風に世間では思われてると思うんですけど、僕はね、まだまだ過小評価されてるっていう風に思ってます。もうそんなもんじゃない、田中さんの凄さは。ねえ、ちょっと休憩しない？かっこいいね。ここはメインで歌ってるのはジェシーさんなのかな。なんか英語の発音がジェシーさんっぽいかなっていう風に思ったんですけど、ただ他のメンバーの方も一緒に歌ってますよね。この歌う人数が増えたことによる歌声の音圧のアップ感、そしてジェシーさんの素晴らしい英語の発音によるこの子音のアタック感、この2つが素晴らしいポイントかなっていう風に思います。で、最後の田中さんのセリフね、ここにグッと引きつけられますよね。もう一回聞いてみましょう。ねえ、ちょっと休憩しない？ここいいな。一気にいい意味でこう気が抜けるっていうかね、たまらないですね。ちょっと休憩しない？そしてワンフレーズずつ歌いつないでいくっていうこの歌割り。こういう歌割りがやってくるとすごくスピード感を感じることができてめちゃくちゃかっこいいですよね。もう一回聞いてみましょう。ちょっと休憩しない？いいね。最初は全員で歌っていて京本さん、高知さん、松村さんの流れかな。もう一回聞いてみましょう。ねえ、ちょっと休憩しない？すごくかっこいい流れですよね。京本さんの鼻腔共鳴を使った美しい歌声から口腔共鳴中心の高知さんの歌声ですごくホッとするような雰囲気を感じることができて、で松村さんの鼻腔共鳴と口腔共鳴同時に使った歌声で美しい音色プラスパワー感みたいな、これを狙ってこの歌割りにしたのか偶然そうなったのかはわからないですけど、最高の流れなんじゃないかなっていうふうに思います。仕上がってねーっていうのがちょっとギャル男っぽいですね。今ギャル男って言わないのかな、どうなんだろう。僕が若い頃はですね、よくギャル男っていうワードを使っていたんですけど、この発言でね、僕の年齢がどの世代なのかある程度バレてしまいそうな気もしますけど。で、ジェシーさんがですね、ものすごく音を切って歌ってるんですよね。
先ほどから言っているスタッカートの雰囲気、ジェシーさんの今のフレーズですごく分かりやすいかなっていうふうに思います。で、森本さんの今の歌声はですね、先ほど松村さんの時に説明した鼻腔共鳴と口腔共鳴を同時に使う発声方法、これと同じ声の出し方を使ってます。でも森本さんの方がやや鼻腔の方が強いかなっていう感じですかね。もう一回聞いてみましょう。仕上がってねーがね、やっぱり可愛いですよね、この言い方。しかも全員で言ってるっていうところがすごく魅力的に聞こえます、僕は。うい、全員でラップを歌うポイントですね。で、ここはクラブなのかな、どういう展開になるんだろう、楽しみですね。なんかライブだとストタンの皆さんとストーンズが一緒に盛り上がれるような雰囲気を感じることができるポイントですよね。ここ手拍子を煽るのかな、ここでは。急にガラッと雰囲気が変わりましたよね。このささやくようなジェシーさんの歌声、素晴らしすぎません？ものすごく幻想的な雰囲気というか、裏声で歌ってるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。正確には胸腔共鳴の音色が多い裏声、もっと言うと裏声を主体としたミックスボイスっていうか、僕これすごく苦手なんですよね。すごい難しい声の出し方です。もう一回聞いてみましょう。君の隣で歌わせてみたいな、僕がやるとね、やっぱりどうしても裏声の音色成分が強くなっちゃうから裏声だなっていう感じが出ちゃうんですけど、多分こういった系統の歌声なんじゃないかなっていうふうに思います。いや、ほんと歌声の表現のバリエーションが多いというか、使える声質の引き出しが多いというか、素晴らしすぎますよね、ジェシーさん。いや、京本さんも入りすごい歌い方してますよね。一人みたいな、一人の火の音だけ喉をですねぐっと広げてるんですよね。その後からは通常の京本さんの歌声になっているんですけど、すんごい難しいのこれ。一人泣いて過ごしてるみたいな、僕がやるとこういう感じになるんですけど、まず普通に歌っていてこの歌い方をしようっていう発想にならないですよね、普通は。ただこの歌い方をすることによって一人の火のところが強調されるので、フレーズ出だしのインパクトとしてはものすごく高くなるんですよ。聞いてる側の耳をぐっと引きつけるような雰囲気が出るというか。で、やっぱり言葉の一発目でインパクトを持ってきているので、歌詞の説得力もものすごく高いですよね。そういった狙いなんじゃないかなっていうふうに推測します。で、森本さんの全体的に息の音が混ざったウィスパーボイスを使ったふわっとした優しい歌声から徐々に盛り上げていく松村さんの歌声のつながり、素晴らしい。もう一回聞いてみましょう。今回の松村さんの歌声、全体的にシャウトボイスが多いですよね。松村さん的なテーマとしてやっぱりシャウトボイスがポイントになってたりするのかな、今回は。割とゴリゴリ系な楽曲だったら松村さんシャウトボイスを多く使う感じはあるんですけど、僕の中で今回のダンスフォーエバーみたいな雰囲気の楽曲でここまでシャウトボイスを多用してるのは今回初めて聞いたかなっていうふうに思います。感想かな。うわ、すごい景色、やばいね。ここはどこの街だろう。今概要欄の方をチェックしたんですけど、クロアチアなんですね。すごい街並み綺麗ですね。いつか行ってみたいです。うい。で、ここはクロアチアのクラブってことか。
すごいですね。ミュージックビデオを撮影しにクロアチアまで行く。さすがストーンズ。で、ここから大サビかな。最後の大サビはパフォーマンスをしながらの映像になるのかななんてね、予想しちゃうんですけど、どうなるのでしょうか。はい、そういう感じね。ストーンズを見に来たみたいな感じなのかな。めっちゃかっこいいですね。思わずのけぞってしまうかっこよさ。やっぱり毎回言ってるかもしれないんですけど、最後の大サビで一番のかっこよさをストーンズって持ってきますよね。だから曲を聴きながら A メロとか B メロでもかっこいいんですけど、心のどこかでやっぱり最後の大サビはどのような展開になるんだろうっていうね、ワクワク感もありますよね。今回も期待以上のかっこよさです。この畳みかけていく感じがね、めちゃくちゃかっこいいですよね。うわっ、今ものすごいハイトーンで歌った方がいるんですけど、ジェシーさんかな。すごい。もう一回聞いてみましょうか。ほら、ジェシーさん誰だろう。すんごいホイッスルボイスみたいな高い歌声パートがあったんですけど、僕はねジェシーさんなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。もうエンディングの雰囲気がしてきちゃいましたね。時間的にそうなんですけど、毎回ね寂しくなりますね。ただこの花火が上がってるところをストーンズが走り抜けていく映像、個人的な感想なんですけど、なんか学生時代の夏って感じがしてね、今ちょっとジーンときてます。学生時代こういうことしたなと思って。かっこいい。クロアチアはこのように街中で花火が上がるのかな。それとも今回のストーンズのミュージックビデオだから特別に上がってるとか。なんか祝い事があるとこうやって街中で花火が上がるってすごいいいですね。もしそれがクロアチアにとって普通だったらね。うわっ、皆さんここ気づきましたか？多分ねこれ全員で一緒に歌って一発撮りだと思いますよ。なんかねそういういい意味での人間っぽさっていうのを感じる歌声だと思うんですよ。レコーディングマイクがあって、多分ストーンズのメンバーがそのマイクをですねこう囲んでちょっと離れたところから歌うみたいなレコーディング方法なんじゃないかなって思います。もう一回聞いてみましょう。いや絶対そうだねきっと。でおそらくここピッチ修正もしてないんですよ。してないっていうか多分できないが正しいんですけど、全員で同時に歌うっていうことは一つの音としてコンピューターが認識できなくなっちゃうんですね。あるいは一つの音っていう風に認識されていてもそこには二つの音が存在するみたいな状態になっちゃうから、その二つの音のどちらかがあったとしてもどちらかは外れるみたいな感じになっちゃって、結果音程修正できなくなっちゃうんですよ。ただそこまで分かるぐらい音程がずれているかって言ったら全然そんなことがなくて、本当に多分ねプロでもよく聞かないと分からないぐらいの音程のズレっていうのは確かにね存在するんですよ。でも僕は逆にそれが人間味のある温かい雰囲気だなっていうふうに思っていて、最後の最後でこういう仕掛けがあるっていうことにですね僕は非常に感動しています。お願いだからこのままいいね。最後ちょっとだけリットするんですね。リットっていうのは少しずつテンポを下げていって曲が終わるみたいな、そういった用語です。でバックのサウンドが手拍子だけっていうところもものすごくエモいですよね。あとちょっとあるので見ていきますね。あ、なるほどね。いやー
ー素晴らしすぎましたね。以上 SixTONES Dance Forever 歌声分析はここで終了です。いやー最高すぎましたね。歌声分析中に何度も言ったんですけれども、今回は個人個人が光るっていう風な内容ではなくて、SixTONESっていうチーム全体の魅力をですね前面に押し出したようなミュージックビデオ、そして楽曲だったのではないでしょうか。今まで以上に SixTONES の魅力を知ることができて、僕は最高に嬉しくて感動しましたね。これからも SixTONES 全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価、ハイプの方をよろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。